クラブリオです。大麻が解禁されたタイからお届けしております。ということで今回は天然の覚醒剤クラトムというものをですね、実際に試してどうなっていくか検証していきたいと思います。大麻が解禁された2021年のタイミングでこのクラトムもですね、同じく解禁されたこれトラディショナルなものなんですよね。タイの伝統的なメディスンで長らく禁止されてたんですけど、大麻解禁のタイミングでこれも今普通に街中で買えるようになってますね。これがクラトムの葉っぱ。もっとフレッシュな状態で売られてたんですけど、これ3日前ぐらいに買ってでだいぶ乾燥しちゃってます。あとこれお茶ですね、クラトムティー。クラトムが解禁された背景にはですね、タイではヤーバーというですね、覚醒剤ですね、ハードドラッグ、体を壊す依存性が強い麻薬が出回っていて、でそのハームリダクションとしてですね、ナチュラルで害がとっても少ないこのクラトムを代わりに取っていくっていう、覚醒剤依存のハードドラッグ依存症の治療としてこのクラトムが使われているっていう。でもともと古くよりタイではですね、農家の人たちが畑仕事をする前にこのクラトムのリーフをくちゃ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 と噛んで、日中元気に動き回れるですね、エネルギーをもらうっていう感じ。多分作用的に言ったらばカフェインに近いものなんじゃないかなっていうふうに思ってます。でこのチャンネルはですね、サイケデリックスですね、意識を変性させて潜在意識にアクセスするメディスンを多く取り扱ってて、ハードドラッグは専門外なんですね。俺はコカインとか覚醒剤とかヘロインとかあまりいいイメージを持ってないし、このチャンネルを見てる人たちにもちろん勧めようとなんて全く思わないですけど、要は使い方だっていう話で、例えばコーヒーからカフェインの結晶だけを抽出してそれを静脈に注射したりしたら、それは本当に麻薬と同等な効果が得られるんですよね。カフェインだって使い方によったらハードドラッグになりうる。コカインって皆さんすごく悪いイメージを持ってると思うんですけど、コカインももともとこんな感じ。コカの葉っぱというものがですね、南米一帯ペルーでは普通にコカ茶として高山病の治療だったりですね、頭痛の予防として日常的に飲まれているっていう。マンベというパウダー状のものをこの辺口の中に入れて、しばらくそのアッパーな感じですよね、ちょっとブーストされてくる感じを楽しむっていうセレモニーにも実はコカは使われています。そのナチュラルなコカの葉っぱからコカインだけを抽出して鼻で吸ったり静脈に注射したりするから、依存性が強いハードドラッグになるっていうことなんですね。それでは早速ですね、時間の経過とともにクラトンを食べてどういう風にエフェクト効いてくるのかっていうのを、せっかく結構これはアッパー系ということなんで、ちょっとお散歩でもしながらですね、エフェクトが変わってくる様子をリポートしていきたいと思います。とりあえず今回はこの葉っぱを3つ食べて、これ結構苦いです普通に、だからちょっと大変だと思うんですけど、食べてちょっとくちゃくちゃ噛んで変性していく様子を、仮に3枚食べて効かなかったらこのお茶も飲んで、1回だいたいこんぐらいって言ってたんで、では早速クラトム食べていこうと思います。時刻は11時40分ですね。今回ストップウォッチで測っていきます。それでは1枚目から食べていきます。やっぱ苦い。お茶っ葉を直接食べてるみたいな。いいえ。もう1枚追加します。逃げ。ラスト1枚食べていきます。ちょっと厳しい。もう4分間ぐらい噛み続けてて、でも効いてるわ。パーって上に持ち上げてくる感じですね。リラックスっていうか、やっぱりちょっとゾクゾクする感じ。これ結構カフェイン過敏症なんですけど、カフェイン取った時みたいな落ち着きがなくなってくる感じがしますね。ちなみにクラトムは日本では違法です。なのでタイから日本に持ち帰ったりはくれぐれもしないように。今噛んでるんですけど、ガムみたいに味がなくなるまで噛み続けて、で味がなくなったら吐き出すそうです。ちょっと味がなくなるまで噛み続けてみると思います。今13分43秒。もうかれこれ15分ぐらい噛み続けてるんですけど、美味しくないキュウリみたいな味がちょっと厳しいのと、あと若干ベロが
歯医者の麻酔みたいにしびれてきてるような感じがして、ただエフェクトそんなに今のところまだそんな感じてないって言った瞬間になんかちょっと効いてる気もする。なんかシャキッとする感じはしますね。シャキッとする感じがする。目が覚めて上にこうパッて持ち上がる感じ。ただこの苦いものをこうずっとくちゃくちゃ噛んでるのがなかなか大変っていう。ちょっと気持ち悪い。これあんま飲み込んじゃダメみたいですね。今間違って飲み込んだらえずいちゃった。きちい。今何してるかっていうと、なるべく成分を出したいんで、こうくちゃくちゃ細かく噛んで、ほっぺのこっち側に集めてギューって絞って汁をこう効率よく絞り出してるっていう。でその時に間違って飲み込んじゃって、これ胃にはあんまり良くないのかもしれないです。なんかすごくって俺がこんな気持ち悪い思いしてるのに、あそこで牛がすごくね優雅にしてて、聞こえてるぞ。俺を感じ取ってるぞあいつ。でも口の中でだいぶ小さくなってきました。お行儀悪いけど口開けるとこんな感じ。なんてのどかな景色なんだろう。はい、今噛み続けて30分ぐらいなんで、さすがにもういいかなって感じでもう出そうと思います。見て、あんだけ大きかったクラトムがもうこんなちょっとバッツみたいになってるけどこれ乾燥させて火つけたら飛びそうな感じになってますけど、やっぱどうしても噛みながらだとねあんまりエフェクトが分かんないっていうのもあるんで、ちょっと供養します。こいつはありがとう。ピュン。はい、スタスタね、行き先も特に決めずに歩いてたらめちゃくちゃ景色が気持ちいいところに出てきました。ピャン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 で、肝心のクラトムの効果はね、今こういう感じですよね。ファーって大麻とか、大麻がこうさーって広がってくる感じだとしたら、こうスッてこう中心が立っていって、なんかリラックスっていうよりかやっぱこうシャキッとするって感じ。長時間歩いたり肉体労働したりする人には結構いいんじゃないかなっていう感じですね。農家の人たちが農作業する時に食べるっていうのはすごくよくわかる。財布を忘れたので一旦宿に戻って、もっとクラトムとつながりたい感じがするんで、家に置いてあるクラトムティーを飲んでからまたここに戻っていきたいと思います。 ADHD の治療薬を俺飲んだことあるんですけど、それのすごく弱い感じがする。集中力が上がってシュッとするっていうかね、タイはやっぱこうなんかこうなんだろう、俺が外国人だからなのかな、みんなこうにこやかに挨拶するとにこやかに返してくれて、わーってこう手振ったりとか、サワディーカーとかね、挨拶するの気持ちいいなって感じ。これ挨拶するのって気持ちよくない？挨拶好きです。俺挨拶もっと、日本人ももっとねこう目と目を合わせてアイコンタクト取って「こんにちは」の一言ぐらい言ってもいいんじゃないのとかね。はい、じゃあ一旦戻ってね、これからはクラトンティーを飲んでいきます。これ1本で、ボトル1本で120バーツ、葉っぱは1枚10バーツ、めっちゃ安いです。量的には多分ねコップ1杯ぐらいで十分だと思うんで、それじゃあいただいていきます。なんだ、全然飲みやすいじゃんこれ。ウーロン茶と緑茶を足して2で割ったような感じで、なんか飲んだ瞬間から効いてくる感じが、もうすでに3枚食べてたから効きやすくなってるのかもしれないけど、もしクラトム試すならお茶の方がいいと思います。全然いける。で実は俺クラトムティー飲むの俺昨日飲んだんですよ。マリファナショップで結構ハイにタイマスってねハイになってたらクラトムティー出てきて、すごいブリブリで俺こんな状態だったんですけど、でその時クラトムジュース、クラトムティーちょっと飲んだらスンってみたいな、
グラウンディング作用みたいなのはクラトムティーにあって、でタイに来てもし大麻を吸いすぎてちょっとヘロヘロになりすぎちゃったらクラトムティーを入れるといいと思います。スッと元に戻してシャキッとさせてくれる。いや効いてきた。これねコーヒー飲めないんですよ。カフェイン取ると震えが来たりちょっとなんか死にたいような不安感が出てきたりするんですけど、これクラトムは大丈夫ですね。日本で違法ならもったいないな。これ作業前とかこのお茶飲んで作業したら相当集中力が上がって、はい全部いきました。でこっからねまたさっきのね首長族のとこに行ってみたいと思います。おー効いてきた。ちょっと楽しみですこっから。はい、ということでちょっと趣旨は変わるかもしれないけど、ロングネックの人たちのね村が近くにあったんでお邪魔してみようと思います。カップンかということで、はい、今ねロングネックのところに行ってきたんですけど、クラトムの効果なのか、でもやっぱ結構ビーヒアなような感じはするかな。これこの辺感じますよね。こめかみのとこギューギューギューってほどでもないけど、スーッとずっとこう上になんだろうな糸があってバーンと引っ張ってもらえてるような感じがあって、体もなんかすごく動かしやすいし、アドレナリンなのかな、なんだろうね、これすごく活発に作用してるって感じがします。結構ねなんか気が付いたらすっかり観光してるんですけど、観光であちこち歩く時とかすごくいいと思います。体も軽くなるし、で何かをこう見たりするのもすごく集中してものを見られるような作用があるんで、おっと何やら神聖なブッダが、はい、今1時間43分ですね。お茶を飲んでからだいたい1時間くらいなんですけど、全然効いてます。結構長く作用しそうな感じですね。これ今がピークっていう感じだと思うんで、後でね字幕で何時間合計作用したかっていうのを書こうと思います。このねとっても波動が高そうなブッダ様の前でビッグラブをお送りして今日は締めたいと思います。はい、改めてねクラトム、クラトムいいですね。クラトムいいいい。日中タイマーを吸っちゃうとね体重くなっちゃったりして、もうなんか今日はいいかなみたいなっちゃったりするんですけど、日中はこれでいいんじゃないかな。なんかコミュニケーション能力もすごく上がる気がするし、言葉もスラスラ出てくるし、日本で違法なのがねこれ結構もったいないと思います。これがもし日本で使えるとしたらば、注意力がすごく散漫で悩んでいる人めちゃくちゃ救われると思います。これでこういったメディスンがね解禁されるための最初のステップとして、やっぱいきなりクラトムだけを解禁するっていうのも難しいと思うんで、ゆっくり時間をかけてですね、大麻で人が逮捕されない、非犯罪化される日本になるようにですね、地道にコツコツ今まで通り俺をやっていくっていうだけなんで、今後とも応援よろしくお願いします。はい、良かったと思った方、いいねボタン、励ましのコメント、たまにコメントでビッグラブとだけね書いてくれる人いるんですけど、本当にもうビッグラブだけでもねとても嬉しい気持ちになるんで、ぜひ応援よろしくお願いします。今後ともということで、ビッグラブをお送りして終わりたいと思います。画面の向こう側の皆さん、日本の皆さん、お元気ですか？タイのこの心地よいエネルギーをですね、クラトンのこの上にギューンって持ち上げられているエネルギーと混ぜて、日本の皆様にビッグラブをお送りして終わりたいと思います。では行きます。ビッグラブ、はい、伝わりましたでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you guys for next. またねー。